んにちは、元気教官です。今日勉強するのは第1段階の項目6、交差点などの通行踏切。この項目について勉強していきたいと思います。交差点とは十字路や T 字路など道路が重なっている場所のことを言うんですが、車を運転するにあたって交差点は最も気をつけないといけない場所なんですね。というのも、こちらのグラフを見てください。これは内閣府が出している交通安全白書という交通死亡事故の統計なんですが、内訳を見ると交差点とその付近での死亡事故率が 46% とかなり高いことがわかります。死亡事故のなんと約半分は交差点付近で起きているんですね。今回の動画で伝えたいのは、このデータは逆に言えば交差点さえ気をつけて運転すれば自分の死亡事故を起こす確率を半分下げられるということです。この項目では交差点で事故を起こさないための運転方法と踏切の通行方法について誰でもわかるように解説していきます。学科試験のためにも免許取得後の安全運転のためにも学ぶべき項目になっております。それでは早速いきましょう。まずは左折の方法についてです。交差点を安全に左折するためには、車はあらかじめできるだけ道路の左端により交差点の側端に沿って徐行で通行します。徐行とは10キロ以下の速度で進むことを言います。これがもし左端に寄っていなかったら、他の交通の邪魔になってしまい、交通事故の原因になってしまいます。左折はあらかじめ左により側端に沿って徐行で曲がると覚えておきましょう。次に右折の方法についてです。交差点を安全に右折するためには、自動車はあらかじめできるだけ道路の中央により交差点の中心のすぐ内側を徐行で通行します。右折の場合は右端ではなく道路の中央に寄せるんですね。通常道路には対向車線があって車が行き交うようになっています。もし右端に寄せてしまうと反対方向から来る車と正面衝突してしまうので、右折の場合は中央に寄せるようにします。ですが、ここで注意してほしいのが一方通行の場合の右折です。一方通行の場合は矢印の方向にのみ車は進行するので、対向車が来ることはありません。なので、この場合の右折は中央ではなく右端に寄せます。一方通行とそうでない場合の右折は寄せる位置が違うので注意しましょう。次に原付での右折方法です。普段は原付も先ほどの方法で右折するんですが、信号があり3車線以上の交差点、この標識がある交差点では2段階右折という方法で右折します。2段階右折とは、このように右折を2回に分けて右折する方法です。スピードの出ない原付は他の車に追突されないためにも、場合により車線変更のいらない2段階右折で右折する必要があるんですね。しかし例外で3車線以上の交差点であっても、この標識のある場合は2段階右折が禁止となるので注意しましょう。次に通行区分です。このように標識や表示で進む方向が矢印で示されている場合があります。この場合は矢印に従って通行しなければなりません。通行するときには矢印が自分の進みたい方向なのか気をつけましょう。しかしその場合でも、緊急自動車に道を譲る場合や道路工事を避ける場合などは例外として矢印に従わなくても大丈夫です。次は指定方向外進行禁止の標識です。この標識は矢印の方向にだけ進めるという意味の標識になります。交差点にこの標識がある場合は車は右折が禁止となります。他にもいろいろ種類がありますが、意味は同じく矢印の方向にだけ進めると覚えておけば大丈夫です。次は内輪差です。内輪差とは車が右左折するときの前輪と後輪の通行位置の差のことを言います。見ての通り、車は右左折するときは後輪の方が内側を通ります。そのため曲がるときは後輪で歩行者や原付などを巻き込まないように注意する必要があります。次は交差点での優先関係についてです。信号で交通整理の行われている交差点の場合は、青が優先、赤が止まれと優先関係はすぐにわかりますよね。問題はそれとは別の信号がない、交通整理の行われていない交差点での優先関係です。実は信号がない、交通整理の行われていない交差点でも、誰が先に進めるか明確に順番が決まっています。例えばこの標識があるときや中央線が伸びている、いわゆる優先道路のとき、または道路の道幅が広いときは、その道路を通行する車は交差する道路を通行する車より先に進むことができます。交通整理の行われていない交差点を通行するときは、標識表示や道路の道幅に注意して通行しましょう。しかしこの場合はどうでしょう。
交通整理の行われていない交差点で優先道路の標識表示がなく、道幅も同じような交差点です。これだとどこが優先かわからないですよね。この場合、みんなが自分勝手に通行すると危険なので、左側の車が先に通行するようにします。焦って飛び出さないようにしましょう。ですが、同じ道幅でも相手が路面電車の場合は、右側、左側関係なく路面電車が先に通行できるので注意しましょう。では、ここで一つ問題です。この交通整理の行われていない交差点で先に通行できるのは車でしょうか、路面電車でしょうか。正解は、この場合は車です。路面電車じゃないのと思った人もいるかと思いますが、路面電車が先に通行できるのは道幅が同じ交差点の時です。今回は車側の道幅の方が広いですよね。この場合は路面電車が待って道幅の広い車が先に通行できます。路面電車が車を待つ場合もあるということですね。次は一時停止の標識です。この標識がある場合、車は停止位置で一時停止をし、安全を確認して通行します。停止位置とは停止線の直前、停止線がないときは交差点の直前になります。次は踏切の通過方法についてです。踏切は列車と車が交差する場所なので大事故が起きやすいです。なので踏切を通過するときは事故防止のため、踏切の直前で一時停止をし、窓を開けるなどして自分の目と耳で左右の安全を確かめなければなりません。しかし踏切に信号機がついていて、その信号が青信号の場合は信号に従い一時停止せずに通過することができます。すべての踏切が必ず一時停止ではないということを覚えておきましょう。では次に踏切通過時の注意点ですが、踏切内ではマニュアル車はエンスト防止のため変速操作せずに低速ギアで一気に通過するようにします。この時の一気に通過というのは止まらずに通過するという意味になります。また線路に落ちないようにやや中央寄りを通過するようにします。次は踏切での故障時の措置です。踏切内で何らかのトラブルにより車が動かせなくなってしまった場合は、まずは一刻も早くこの状況を列車の運転士に知らせる必要があります。知らせる方法としては、踏切に非常ボタンがある場合はボタンを押して知らせる方法があります。非常ボタンがない場合は発煙筒を使ったり、煙の出やすいものを燃やすなどして合図をします。列車の運転士に知らせたら車を移動させましょう。移動の仕方としては、近くの人に助けてもらい押して移動する方法や、他の車に引っ張ってもらう方法、マニュアル車では車種によってセルモーターの機能を使って移動する方法などがあります。もし当事者になったときは、非常時だからこそ落ち着いて対応することを心がけましょう。では今回の項目のまとめです。交差点を曲がるときは、左折なら左端、右折なら中央にあらかじめ寄せて徐行で通行すること。一方通行の右折なら右端に寄せます。原付は信号のある3車線以上の交差点や、この標識のある交差点で右折するときは2段階右折をしなければならないこと。この標識は通行区分の標識であり、矢印の指定された区分に従って通行しなければならないこと。この標識は指定方向外進行禁止の標識であり、原則矢印の方向にしか進むことができないこと。内輪差とは右左折するときに後輪が前輪より内側を通るタイヤの通行位置の差を言うこと。信号がない交通整理の行われていない交差点でも誰が先に進めるか決まっていること。止まれの標識がある場合は停止線の直前、停止線がないときは交差点の直前で一時停止しないといけないこと。踏切は危険なため場合によっては一時停止して確認をしたり、通過するときは低速ギアのまま一気に通過すること。故障時は列車の運転士に知らせた後に移動させること。では最後に練習問題です。第1問。自動車が交差点を右折するときはあらかじめ道路の中央に寄せるが、一方通行の道路の場合はあらかじめ右端に寄せる。一方通行とそうでない場合の右折は寄せる位置が違うので注意しましょう。第2問。この標識があるときは停止線があるときは停止線の直前、停止線がないときは標識の直前で一時停止しなければならない。この標識は一時停止の標識ですが、停止線がないときは標識の直前ではなく交差点の直前で一時停止をします。第3問。
警報機が鳴っていなかったり、遮断機が上がっている踏切では、一時停止せずに通過することができる。踏切に信号機があって、その信号が青信号の場合は一時停止せずに踏切を通過できますが、設問の場合は一時停止をし、安全を確認して通過します。今回の教習は以上となります。お疲れ様でした。このチャンネルでは現役の教習所教官による免許試験対策の動画を配信しています。今回の動画が良ければ評価やコメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。